こんにちは。動画のご視聴ありがとうございます。今回はドイツスタビレのディープオフセットメガネレンチ20シリーズの紹介をさせていただきます。75度のオフセットが付けられた極端な形です。欧州でメガネレンチというとこの形を指すみたいですね。ディープオフセットメガネは私の勝手なイメージなのですが、上手い人たちが使う道具という印象があり、特にこのスタビレの20シリーズ。玄人メカさんが何かというとこれを手にしてまして、ずっと憧れていた道具、かっこいいなと思ってたんです。若い頃はお金がなくて買えず、やっとのことで憧れの道具を手にすることができました。表面はしっとりめの梨地の仕上げ。独特な表面で綺麗かというと少し違う感じ。足場に使われる単管をもう少し磨いて鳴らしたような表面です。私は好きなメッキなのですが、賛否分かれるかっこよさだと感じています。周りで意見を聞いてますと見た目での評判は良くないです。期待しすぎない方が良い感じ。しかしこのメッキや造形が素晴らしい手なじみをもたらします。スタビレのレンチでよく聞く手に吸い付くようなという表現。まさしくそのままに感じています。スタビレを知らない頃は手に吸い付くとは何を言ってるんだと思っていましたが、実際に使ってみての感想というとそれなんですよね。とても良い表面を持っています。手に張り付くような磨き道具のグリップ感と合わせて、浮き文字のエッジが指に食い込む感じがして、梨地なような磨きなような。柔らかい当たりなのですが、しっかり尖った部分もあり、指の腹を留めてくれます。人それぞれ感じ方は異なるとは思いますが、素晴らしい手なじみを私はこのレンチから感じています。ドイツ系の工具は手なじみ良いものが多いですね。同じドイツのハゼットも大好きで使っていますが、大きなサイズになってくると入る文字やロゴのエッジが少し丸くなるんです。そのため優しめな手当たりに感じるのですが、このスタビレはどのサイズもきっちりとエッジが立っていまして具合いいですね。代表で 12×13mm ですが、全長は 225mm、重量が 130g。スタビレのレンチは軽いと言われますが、これは結構にごつく感じます。最初に手に持った時はしっくりきませんでした。手からこぼれるっていうんですかね。大柄に感じたんです。今まで使っていたのがベータの90シリーズ。とても軽いレンチなので、スタビレの重さに、重さというかこれが普通なのでしょうが、最初は戸惑っていました。これはやっちまったかと思いましたが、実際使ってみますとびっくりするほど使いやすかったです。倒れの怖さがないんです。ある程度倒れはするのですが、それ以上はいかない感じ。倒れてかかりが浅くなってすっぽ抜けることはない。そういった感覚がしっかりと手に伝わってまいります。何がこのレンチの使いやすさに結びつくのか、動画にするにあたりいろいろと比較はしたのですが、わかんないんですよね。スタビレのディープオフセットでよく言われる柄の角度はしっかりとついています。柄の角度がネジの止まる面と平行に近いから倒れない、すっぽ抜けないと聞いていましたが、私の手元のものはそんなことはないですね。一般的なメガネと同じく6度くらいでしょうか。柄に角度はついています。知り合いのところにありましたスタビレのディープオフセットも同じように角度はついてまして、ロットによるのでしょうか。そうだとするとばらつきが大きいとは思いますが、とにかく私の周りのスタビレは角度がついております。ただお伝えしている通り使いやすいです。立ち上がる首部分の剛性だったり、ネジとのはめ合いがタイトだったりってことなんだと思うんです。今までディープオフセットメガネに感じていた苦手意識がなくなりました。ディープオフセットの活躍する場は、よく聞きますのがサスペンションのダンパーとアッパーマウントを止めているところ。ダンパー側のネジにヘックスを突っ込んで回り止めをしながらナットを回しますが、結構奥まったところなので普通のメガネが入らないこともあり、この作業のために買ったという話も聞きます。形状は特殊に思われがちですが、普段使いにも良いと感じています。最近は45度メガネではなく、これを持っていくことが多いです。コンビレンチ15度オフセットと合わせて使えば困ることは少ないです。スピンナーですとかラチェットにソケットをつけたのとイメージは似てますが、ディープオフセットはここ。
ネジの真上の障害をかわしてくれます。45度のメガネでは障害に当たってしまうところを75度の高さでしっかりとかわし、ネジの直上スペースがそこまで気にならない。まだ短期の仕様ではありますが、普通のメガネと同じくらいに使える幅は広いように感じています。その分、極端な形ですから、ネジを回す確実性は下がるかもしれません。いまいち部分といいますか、不思議に思った点として、同じスタビレーのメガネレンチ、日本で一般的な形状の23シリーズに比べて、こっちの方がメガネのリングが厚めに設計をされています。一回り大きいですね。他社品と比べても少し厚め。全長がわずかに長いためにメガネ部分に厚みを持たせたのかもしれませんが、それとも強い立ち上がりが結構負荷になるんですかね。似た道具、ハゼットですとかベータのディープオフセットもカタログを見ますと厚めになっています。リング外径は小さい方が使いやすいようにも思っています。この差で使えないことも少ないとは思うんですけど。それから小さなサイズのレンチに限った話ではありますが、I字の断面形状が指の腹に合いません。6×7 とか 8×9 は親指が窮屈に感じます。特に 6×7。これは浮き文字に指の腹が届かないので、この1本だけ違う使い心地を感じています。力かけるサイズではないので問題はないのですが、この2サイズだけ印象が違う道具。手に馴染むかというと少し違うかなと感じます。また、仕上げに関して少し。最近のスタビレーが全てこうなのか、数箇所塗料のようなものが塗られています。一つがサイズ刻印の上側。もう一つがレンチ、どちらかの端。スタビレーのレンチって大抵ここにストライクメッキの露出があるんです。多分ここで吊るしてメッキをかけてるんですよね。ですから必ず色の違うところがありまして、慣れてくるとそれも味かなと思っていたのですが、これは塗装のようなもので隠してありまして、で、それが周りと明らか質感が違いますので丸分かりなんですよね。二つ目がここ。レンチのどちらかの端に年輪のような謎の模様が入っています。これも何かしらが塗布されているような感じ。指に引っかかるというか、ベトッとして気持ちよくありません。こっちは目的がわからないんですよね。この処理は何なのか、ご存知の方ぜひ教えてください。どちらもウエスでゴシゴシするとすぐに塗られたものは落ちて、いつものスタビレに戻りますから、まあって感じなのですが。しかしこれは改善じゃないんじゃないかと感じます。やはり難しいのでしょうか。文句が出るからこうしたのでしょうが、これは私のように喜ばないユーザーもいるのではないかと感じました。スタビレーのディープオフセットメガネレンチ。こういった単純な形の道具で久々に興奮しました。とてもよくできた道具に感じています。気になっている方にはぜひおすすめ。ちょっとお値段は張りますが、その価値は十二分にある道具だと感じました。スタビレーの道具、最近本当にハマっています。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。